スタレと全ゼロやったけど名調やばいって。かっこ両方の意味で。おはいえなし。半年前ドスケベクラゲお姉さんに性癖破壊されて名調でソシャゲデビューした私。どう見ても名調が最強すぎるが、中華ソシャゲすげえって思っちゃった手前、さすがに業界最大手を学ばないわけにはいかないと思い、業界最大手ミホヨが立ち上げるホヨバースブランドのゲーム、通称ホヨバゲ。具体的にはスタレと全ゼロに手出した結果、改めて名調の差別化戦略やべえって気づいたので、何がやべえと思ったのか紹介します。名調やホヨバゲプレイ済みの方、わかるでも、いやそこはでもぜひコメントください。名前しか聞いたことない方も、そういう風にお互いやり合ってんだねとみかん食べながらでも聞いてください。早速本編どうぞ。家なしララチャンネル。僕が考える名調の差別化ポイントは3つあるんですけど、その話の前にちょっと前置きさせてください。まず正直に言うと、名調プレイ直後、ホヨバゲープレイ前、私はホヨバを舐めてました。というのも、名調に初めて触れた時の衝撃が大きかったし、翻ってスタレをそれこそ一別した時に、スタレってグラだけ見る分にはなんか別に大したことなさそうに見えるじゃないですか。あと原神も。だから今ホヨバが頂点に君臨してるのって、単に先行者利得にあやかってるだけで、ゲームの中身だけ見れば名調って同等かそれ以上っしょ。でもまあやらずに判断するのは良くないから、一応ホヨバもやってやりますかねっていう気持ちで、シナリオの評判がいいスタレとドスケベタコお姉さんに惹かれて全ゼロに手出したという経緯です。スタレは最新パッチまで追いつき、全ゼロも間もなくシーズン1が終わるので、合わせて100時間ぐらいはプレイ済みですね。でプレイして分かったんですけど、ホヨバはすごいです。ごめんなさい、舐めてました。スタレは世界観とシナリオがすごい。全ゼロはモーションとキャラの手触り感がすごい。ほーらホヨバ触ったけど大したことねえわ、名調すげえ、名調名調名調って言いたい筋書きだったんですけど、あれホヨバすごくねって分からされました。でホヨバの強さを実感したからこそ、逆説的にこのラインナップに黒ゲームズが食い込みつつあることのヤバさが際立って、今名調すげえってなってる感じです。で相手も完成度ウルトラ高いので、成功法でぶつかっても勝てるわけがなく、黒ゲームズもそんなん分かってるので、きちんとホヨバと差別化して存在感出してるわ。いやでもその先にはホヨバ討伐見据えてるんだろうなーって思ったところがあるので、そう思った差別化ポイントを3点挙げます。1つ目、金。課金圧です。名調の方が明確に低いです。スタレと名調のキャラと武器のガチャシステム概要はこんな感じ。ピックアップを引くための期待値で言うとこんな感じです。キャラだけ見ても名調の方が 10% 以上売り上げを上げにくいシステムになってます。武器の方まで加味したら 15% ぐらい捨ててることになるんじゃないかな。ホヨバゲーのガチャ疲れ層を取り込むにしても、ガチャのシステム設計の時点で売り上げ面で 15% 不利を被る仕組みにするのって簡単にはできない判断だと思うんですけど、ようやったわとしか言いようがない。デュエットナイトアビスや NTE 無限大とかの昨今のガチャ脱却の流れを見る限り、後発組がホヨバに食い込んでいくためには結果的に素晴らしい判断だったんだと思います。ただフラットに喋りたいんでここにも言及するんですけど、スタレは星5キャラ、しかもアーチャーみたく一級戦キャラの配布がそこそこ定期的にあるのと、あとエピックですね。エピックゲームズストアから課金すると 20% のポイント還元がもらえるキャンペーンにスタレは参加してますが、名調は離脱してます。キャラ性能のインフレの度合いが名調の方がかなり緩やかなので、その要素込みでもトータルで課金圧は名調の方が低いと私は判断してますけど、エピックの条件が同等である上で天井やすり抜け有無で名調優位という構図の方が分かりやすくて押しやすいんだよな。黒ゲームズそこんとこ何とぞ。差別化ポイント1つ目、金でした。2つ目、グラフィックです。名調最強最強というか超すごいかつ差別化できてる。まずそれはリリース時期も違うんだから胸張るとこじゃないんですけど、さすがにスタレに対しては勝ってるかなと。で同時期にリリースした全ゼロに対してもちゃんと差別化できてますよね。全ゼロは全ゼロでほんとすごくて、特にグラというよりムービー中のモーションの動き、生き生き感については名調を超えてるわって思うんですけど、グラ単体で見た時はカートゥーンポップの全ゼロに対し、写実アニメの名調はうまいこと肩並べて好きな方を食えばいいよねって感じになってる。しかもちゃんと差別化と言えるだけのそのベクトルは違うけど、あっちはあっちで超すごい全ゼロと肩並べる水準になってると思っていて、これが後発組に対する高い壁になってるのは何より後発組のゲームを見ていてすごく感じます。さっき課金圧の下りで別ゲーチラッと上げましたけど、少なくともグラだけ見た時にはわざわざ名調から乗り換えるだけのインパクトあるとか、なんなら物によっては名調の方がまだ上じゃねって思っちゃいました。今月エピックゲームズジャパン主催のアンリアルフェス東京2025っていうイベントがあって、そこで名調の開発者がアンリアルエンジンを使って名調の綺麗なグラどうやって実現してんのかって講演してたんですけど、
ど、中身はどちゃくそ専門的で私は1ミリも分かんなかったんですが、なんかレイトレーシングだったかな、名調が今使ってるバージョンのアンリアルエンジンだと実現できない要素があるからアンリアルエンジン自体を改良しましたとか結構イカれたこと言ってて、そういうこだわりが最強グラに結びついてんだなって感心しました。ホヨバがこの前開発中って発表してたフォトリアル調アンリアルエンジン製ゲームも名調のアニメテイストからずらしてますしね。名調のフィールドでまっとうに名調を潰しにかかるゲームってしばらく現れないんじゃないかなと思いました。これがグラの差別化です。差別化要素3つ目、エロです。原神もスタレもエロって控えめですが、名調はエロいと言いたいのではない。今エロいっていうか、少なくともエロをうまいことフックにしたなっていう印象を受けました。当初はエロい。だってまずそもそも開拓者と漂白者からして違うじゃん。調理先生ドスケベじゃん。ビジュアルもだけどアングルもやらしいじゃん。カンタレラの連成任務とかあと少しで本当に催眠エッチが始まるんかと思いました。始まれよ始まれよ始まれよ。詳しくは控えますが、少なくとも名調リリース前や当初は結構ってとこにプロモーションかけてたし、三大欲求の一つであるエロで引っ掛けるっていうのはすごい戦略的なことだと思います。で、どっちかというと言いたいのはこっからで、最近名調ってあくまで私目線でこう見えるってだけなんですけど、エロ控えめですよね。いやエロいやんけ。いやエロいよ、エロいんだけどエロい界の中で清楚、わかります？別に当初からニケとかアズレンほどではないとは思ってたけど、なんというかなんか癖はあるんだけど女性にも比較的受け入れられやすい美女になってるっていうか、オフラインイベントのコスプレでも結構細かく表現の制限あるって聞きましたし、私が麻痺しちゃっただけでお前何言ってんのって思われてるのかもしれないんですけど、一旦その前提で話進めるとして、このエロで引き寄せて脱エロ化、これめちゃくちゃいいと思ってます。この前読んだ本にちょうど書いてあったんですけど、曰くネットサービスとエロって黎明期から切っても切り離せない関係で、新しく立ち上げたネットサービスってユーザーに会員登録してもらうの超ハードル高いらしいんですけど、そこにエロコンテンツ仕込むと簡単に会員登録してくれるんですって。わかるわーっていう。私もうざいポップアップの右上にある2ミリぐらいの小さい×ボタンを押そうとして失敗して別ページ飛ばされたり、広告と広告の間にある極小スペースを優しくタッチして下へのスワイプを試みて失敗して別ページ飛ばされるし、それ頑張るのって目先にエロコンテンツがぶら下がってるからで、例えばマイナ保険証の発行手続きページとかでこんな広告出たら画面割りますよね。ただその本でも書いてあったんですが、曰くエロを起爆剤に、その後は地道に、先日ご紹介したスノーブレイクみたいなエロ特化型の道はありつつも、そっちに傾倒しちゃうと私みたいなエロ人間にしか受け入れられず、乱暴に言えばその時点で地球上半分いる女性層の支持が失われるから、もしホヨバのような派遣がゴールなのであれば、どこかでエロという飛び道具に名調も頼らないようにした方がいいと常々思ってたので、当初はエロで差別化、その後脱臭という流れはうまいしすごいなと思いました。それは私の上半身の意見で、下半身としてはブチ切れてて、早く生活指導室で生徒食い荒らす連成任務実装されろよって思ってるんですけど、それはピクシブに頑張ってもらいます。頑張ってください。エロは以上、金、グラ、エロ、名調すげえと感じた差別化要素3点ご紹介しました。メインはこれで、細かくは他にもあると思います。例えばアクション性。私ソシャゲの最初が名調だったんで、競技ソシャゲってこんなにアクションゲーとして完成度が高い、あと何よりプレイスキルが求められるんだって思ったんですが、全ゼロが要求プレイスキルとしてはライトなのもあり、やっぱ名調珍しいんだなって思い直しました。スタレのように事前準備でほぼ数勢が決まる単性のコマンドバトルだと物足りないわーって人をうまく取り込めてると思いますし、あと何よりもダメージ量を左右する要素にキャラクターの能力値だけじゃなくてプレイスキルという変数を加えられる分、名調の方が頑張れば昔のキャラでも高難易度いけるわーにつながりやすく、そこがインフレの抑制感、ひいてはさっき言った課金圧の抑制感にもつなげられてるんだろうなと思います。そこもまたダブルで戦略勝ちしてますよね。あとは差別化要素で言うとシナリオ、スタレめっちゃすごいんだけどめっちゃむずい。もうちょっと頭空っぽにして楽しみたいって人向けですよね、名調かな。いや、これはバージョン 2.2 から入った私ならではの感想。当初はやっぱり同じ路線で行こうとしたのかな。バージョン1ってむずいし、いずれにせよ当初の意図は不明ながらも、足元だけ見るとよく悪い文脈で名調のシナリオは現地妻集めなんて揶揄されてますけど、旧姓に力点が置かれてるスタレや矢印がエージェント同士を向いてる全ゼロをプレイした後に名調をやると、このシンプルな構図も悪くない、少なくとも差別化要素にはなってると感じました。あと差別化要素っつうか、差別化されちゃってるのを埋める努力もすごいっていう意味で無理やり触れるんですけど、名調は UI の改善スピードもえぐいですよね。スタレ全ゼロと比較した時、ファストトラベルなり厳選する時のオペレーションなり細かいとこ含めて UI 全部名調勝ってるなと思っていて、唯一スタレでキャラ成長させる時に成長素材を下位から上位に勝手に変換してくれるやつは最強に便利で、ここは圧倒的にスタレだなとか思ってたら直近で名調取り込んできたし、あとオープンワールドの宿命として名調は全ゼロやスタレと比べて雑魚狩りが若干大変でしたけど、ナイトメア狩りでサクサクになりましたしね。ファストトラベルとかナイトメア狩りとか
ソアの移動とかあの辺やりすぎちゃうと、今度はオープンワールドで何がしたかったんだっけにもなっちゃうから塩梅難しいんですけどね。名鳥って写真撮影のコミュニティもあるから、撮影スポットが多くなるオープンワールドの利はまだまだあると思うんですけど、同じくそういった撮影コミュニティが根強くあるファイナルファンタジー14みたくスキンやエモートが充実していると、さらにその利を活かせるとは思うんですけれども、これは余談でした。名鳥の差別化要素、金、グラ、エロ、アクション、シナリオ、あと差別化を埋めるための改善スピードも丸。だらーっと喋っちゃったのを無理やりまとめるとこんな感じです。もちろん黒ゲームズそのものの自力の凄さってのは大前提なんですけど、単に自力が強いだけじゃなくて、きちんと同じ土俵で戦わない。でもエロのところで触れた通り、ニッチ戦略で収まらず着々とてっぺん取りに行く戦略あんねんなぁと思ったのでご紹介しました。最後にもう一つだけ、動画の冒頭で名鳥やばいって両方の意味でって言いましたし、今回一生名鳥ベタ褒めしてたんで、逆にホヨバに利があるなと思った要素を2つご紹介。1つはキャラがその世界に生きてるな感です。言語化がむずい。スタレもゼンゼロも脚本通りにキャラが動いてるのではなく、キャラが一人で動き出してる感があって、現状ここは数枚上手な印象です。これなんでそう思うんだろうな。主人公を介さないキャラ間の絡みが多いからなのか、キャラごとに陣営があるからなのか、バージョンをまたいでキャラが登場するからなのか、名鳥ほど完璧超人ばっかじゃないからなのか、ゼンゼロで社長を心配してる白義重工の部下たちを見ていてそう思ったんだよな。ただ名鳥も直近のバージョンでブラックショアのめっちゃ感じの絡みがあり、明らかに良くなってきてるので今後に期待。あともう一個ホヨバの強いところは、これはしょうがないんですけど、開発スピードですね。いや6週に1回名鳥バージョンアップしてる時点で黒ゲームズも十分に変態企業なんですよ。ファイナルファンタジー14はアップデートサイクル4ヶ月に1回ですからね。ただやっぱりホヨバが同等のアップデートサイクルを各作品で維持したまま、プチプラネットやら崩壊ネクサスアニマやらバーなんちゃらやら新作バンバン発表してるのはマジできしょいですね。以前のインタビューでゲームの産業化工業化に力を入れてるって言ってたのは伊達じゃないと思います。ソシャゲは先行者利得が強い領域なので、今黒ゲームズが進めているプロジェクト波とかそのあたりが波に飲まれないかだけ気になるところ。ただこれはもう企業体力の問題なので、黒ゲームズの戦略としては名鳥を最強のゲームにしてホヨバから原神スタレゼンゼロ、特にやっぱゼンゼロなのかな、そのあたりの既存ユーザーを剥落させて潜在ユーザーの目線も奪って、既存のホヨバゲーを超えないまでも名鳥すご黒ゲームズやばって思わせといて、後発のゲーム退けつつ次作る新作で今まさにホヨバゲーがホヨバだからという理由で遊ばれてるのと同じように、あの名鳥を出した黒ゲだからという理由で爆売れ、そんなを狙っていく感じになるのかなと思いました。ちなみにこう言うとホヨバアンチ、特に今ゼンゼロアンチっぽく聞こえたかもですけど、全然そんなことありません。なんなら好きです。少なくとも今は。もちろん正直な話をすると一般論としてジャイアントキリングの方が盛り上がるし、あと名鳥からは複数回案件もらった手前、黒ゲームズの方がちょっとだけ頑張れって思っちゃってますけど、でもホヨバにも黒ゲームズ叩き潰すつもりで神アップで神ゲーム連発してほしい。その方が我々ユーザーが面白いゲーム体験にありつけると思うからです。その辺の話は別の動画で。この動画は無難に名鳥上げで終わっておきます。スタレ、ゼンゼロ、名鳥プレイヤーの方、比べてみた時にどのゲームのどの要素が好きですか？未プレイの方、気になる作品ありましたか？ぜひコメントください。現状、スタレと名鳥は私の感想動画も出しているので、気になったら概要欄からぜひそっちもどうぞ。今後も黒ゲーホヨバ楽しむための動画出しますので、今回楽しめたならぜひチャンネル登録お願いします。動画化に至らない小ネタは X で語ります。そちらもフォロー何卒おついえなし。